ポップに500円オフの赤ペンがレジにて1000円引きです。栄養価は高いそうですよ。でいて肉々しいです。ごきげんよう、アスママです。コストコ購入品アレンジやルーティンを交えてご紹介させていただきます。今週は2回に分けます。その前編です。チャンネル登録もお願いします。ノーブルベルジャンチョコレートスティック1078円から100円オフです。ダーク、ミルク、ホワイトの3種類のアソートです。400g 入り、原産国はベルギー。賞味期限は10月22日です。ベルギー王室御用達のクッキーメーカーであるデュールス・デストルーパーの傘下に設立されたブランド、ノーブルのチョコスティックミックスです。シャリッとしたパールシュガー入りのダーク、コリコリ食感のカカオニブ入りのミルク、サクサクしたライスバフが入ったホワイトの3種類がぎっしり詰まっています。ダークが23本、ミルクは24本、ホワイトも24本です。全部で71本。400g 入りとしか書いてないので、内訳はランダムかもしれません。1本あたりのカロリーはざっくりの計算となりますが 31kcal です。長さは 52mm のスティックチョコです。ダークはパールシュガー入りでシャリッとしています。少し酸味があり、ビターな見た目よりも意外に甘めです。ミルクはカカオニブ入りでクラッシュナッツのような食感があります。ホワイトはライスパフが甘さを抑える役割とサクッとした食感のアクセントも効いています。3種類とも美味しいです。炭酸水ライチ&ラフランス 500ml 入りが24本で1358円です。1本あたりは 56.58 円です。天然水使用の炭酸水で無果汁、香料入りのフレーバースパークリングウォーターです。それぞれ12本ずつ入っていて、賞味期限はライチが来年の2月25日、ラフランスが2月26日です。甘味料などは不使用、0カロリーです。ライチもラフランスもその特徴ある香りでフルーティー感はありますが、甘くはなく炭酸水そのままの味です。すっきりしているので私は美味しいと思いました。強めの炭酸なのでハイボールにしてみました。濃厚で甘いジャックダニエルにほのかにフルーティーな香りが加わります。ウイスキーの味で分かりにくくはなりますが、同時に飲み比べてみるとライチとラフランスで風味が少し異なるのが分かります。ハイローラー1680円から500円オフです。19時頃ポップに500円オフの赤ペンが入りました。消費期限は翌日。めったに出会えませんがラッキーでした。 BLT なのでベーコン、レタス、トマト、そしてスライスチーズも入っています。今更ご紹介するまでもないですけれども美味しいです。寿司ファミリー48貫3379円から1000円オフです。消費期限は当日。こちらもめったに出会えませんが、19時半頃にレジにて1000円引きですの呼びかけが聞こえてきたので、売り場に戻りゲットです。ご存知の方も多いのでざっくりと中身だけご紹介しますと、マグロ、ブリ、サーモン、ホタテ貝柱、ネギマグロ巻き、イカ、エビ、生タコ、サーモン、卵焼きです。わさびは4つ、ガリは2袋、醤油は4つです。人参 2kg 入り378円です。オーストラリア産の人参です。輸入野菜ですけど普通に美味しいです。今回は13本入っていました。傷など傷んでいるものをチェックしつつ、ラップしてジップバッグに入れて野菜室保存です。茹でたスナップエンドウと千切りの人参、クレイジーソルトとブラックペッパー、リンゴ酢とグレープシードオイルでマリネにしました。芽キャベツ 680g399 円です。コストコで買ったのは初めてです。メキシコ産です。キャベツと比べるとちょっとほろ苦で大人の味ですけど、ビタミン C は4倍、
ベータカロチンは14倍など栄養価は高いそうですよ。根元を切り落とし十文字に切り込みを入れます。汚い葉があれば取り除きます。だいたい1枚か3枚くらいは取ります。大きいのと小さいのを分けて別々に下茹でします。この状態で冷凍しても良いんですけれども、今回は小さい方は炒め物に、大きい方はシチューやスープに使います。スパムと茹でたじゃがいもと芽キャベツをバターで炒めて、仕上げにジョンソンシーズニングソルトを振りました。こちらは鶏肉を使ったミルクシチューです。芽キャベツは煮込んでもしっかりしています。サルシッチャポークガーリックソーセージ 1278 円から260円オフです。720g 入りです。いつの間にか 10% 減量ですね。8本なので1本あたりは 127.3 円です。サルシッチャとはイタリアのソーセージですが、製造は株式会社メイドインジャパン。賞味期限は4月24日です。長さは16センチ、直径は25ミリくらいです。開封と同時にガーリックがものすごく香り、かなりパンチがあります。4本は真空パックにして冷凍しました。生っぽい雰囲気の綺麗なピンク色をしていますが、加熱処理後にパック詰めされていますから調理は楽ですね。ボイルとソテーの両方で味を比べてみます。大きいので切って焼く方が早いと思いますけれども、ジューシーさを楽しみたいので切りません。じっくり焼きます。ほっといても勝手に転がってますね。プリプリ大きめの粗挽き肉が詰まっていて肉々しいです。食感も楽しいしジューシーで食べ応えがあります。ボイルの方がジューシーさを感じ、ソテーの方はスパイスを強めに感じます。ソテーの焼き目は食欲をそそり、娘はソテーの方を気に入ったようですが、私はボイルの方が好みでした。今週のお酒はジャック・ダニエルのハイボールです。おつまみはハイローラー、キウイ、サルシッチャです。毎週金曜日にまとめ買いをしています。レビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。